その部屋には4人の人がいました。1人は服を失い、1人は前ボタンを失い、1人は知性を失い、1人はイケメンでした。4人は協力して出口を探しました。そして彼らは扉を見つけます。しかし彼らに待ち受けたのは凄惨な過去の残魂でした。3チェック 1D3 ですね。1。D3 マイナスよかった。1。オリちゃんマイナス2。2だった。はい、いいですね。やべえな。どうしようか。とりあえずこんな感じで部屋が続いてるってことで OK なんだよね。そうですね。上。じゃあ、どこ行く？あ、これ、分散して探索も OK なんだっけ？全然 OK。じゃあ、アキヤスさんと一緒に行くね。持ち時間とかあるこれ。待ち時間？ささあって言われた。うわあるなこれ。ちょっと二手に分かれる。しんさん、オリちゃんはアイギスさんと一緒に行く？アキヤスね。アギアスさん。アギアスさん。アキヤスさんと一緒に行くね。じゃあとりあえずこのなんか半分はだけてるしんさんと私行くわ。全裸の人に本だって言われてるんだけど、扉には何か書いてありますか？あ、何も書いてありません。君に立てる何か窓とか鍵穴とかありますか？ありません。じゃあ、聞き耳立てます。その君に立てます。成功した。お主よくこれで成功するな。成功したよ。おでも成功だね。扉の向こう側から聞こえてくる音はありません。入るしかないのかこれは。ノックしてみていい？どうぞ。ノックした。ノックしようとした手をアギアスが掴みます。なんで？何？この状況だからあまり音を立てない方がいいんじゃないか。なるほど。どういうこと？じゃあ、こっそり扉を、よし、しんさんやってこい。薄く扉を開けることはできますか？扉を開けると、部屋の向こうは一見して普通の食堂が広がっていました。ああ、よかった。普通なんじゃないですか。食堂ですよ。よかったよかった。ひっそらと開ける。そーっと。部屋の中を覗くとあることに気づきます。6つほど並んでいた2段ベッドがその面影もなく崩れ去り、あたりはその木片と肉片が血の海に浮かんでいました。寝ているところを襲われたのか、抵抗した末の果てなのか、この状況から推測することはもはやできないでしょう。後ろからなんか入る。はい。この場の状況すべてがそれのおぞましさを物語っています。3チェックです。やっぱ入るよね。成功した。それでも1減ります。でもよかっ。よかったた。さあどうしましょう。閉めて、みんなには言わない。はい。言わないと。ここは入らない方がいい。この部屋は入らない方がいいっていうことを言う。わかった。じゃあ私は、とりあえずしんさん、ここの部屋の探索でもしましょうか。そうだね。うん、中入ろう。その状況を見たアギアスが扉を開けます。中を覗いて、ここは俺が探索しようと。なんで？ダメ。なんで？みんなも感じたと思うけど、ここには何かがいる。あまりもたついていられる状況かわからない。早めに調べれるところは調べた方がいい。いってらっしゃい。オリさんとアギアスが。なんかやってる。ここは行かせないみたいな。任せてとりあえずさ、しんさん行くか。なんか。じゃあ、ア入りましょう。ギアスに、こっちはじゃあ調べとくよって言おうか。2人は入るってことで。そうですね。オリちゃんはどうする？廊下に一人。ちょっと待って、ぼっちになるよ。ぼっちはまずくないですか？でもその部屋は入りたくないんですけど、ぼっちはまずい。じゃあアギアス違うも、部屋に一人で残ろうとしてるオリに対して、一人は危険だから俺についてくるか、さっきの二人についていった方がいいと。なんでこのアギアスさんはこんな行動的なの？おかしいよ。イケメンだからだよ。イケメン主人公だからだよ。主人公だからだよ、この。マジかよ。
困った時は水晶玉投げて逃げるね。ついてくるの？ついていくよ。オッケー。じゃあ、そうだね。デックス値の速いきょうちゃん、しんさんの方から話を進めるね。ここでの起こったことは、アギアス・オリンには伝わらないので、合流してから、何かやり取りしてください。長いテーブルを囲う椅子のセットがいくつか並び、奥にはカウンターを隔てて厨房が見えます。はい。食堂という空間から空腹を覚える気持ちとは裏腹に、ひどい悪臭が室内全体を覆っていました。おっと。何の匂いだ？ガスとかだったら最悪だぜ。椅子には何もないんですよね。これからの探索について説明します。はい。指定した探索で技能を使っても使わなくても必要な情報は得られます。技能を使う場合、成功と失敗で探索の時間が変わります。はい。成功の場合は即座に、失敗した場合は時間をかけて情報を入手します。なので、どう使うか考えて技能を使用してください。はい。どうする？しんさん。さらっと、まず一通り見てきましょう。じゃあ、目星でいいの？最初は。そうですね。失敗。じゃあ、10分かけて調べたということですね。はい。テーブルカウンターを軽く見て回ると、それぞれ丁寧に置かれていますが、どれもこれも折れ曲がったり、傷ついていたりと、荒れている状況が見て取れます。荒れてるっていうのは、荒らされたんじゃなくて、散らかってるとか散らばってるとか、そんな感じですか？いえ、推測できるのは、もともと散らかっていたのに、綺麗に並べられている。ああ、了解です。厨房の中には何がありましたか？近づくということで。それです。近づくにつれて、悪臭の烈度が増します。ですよね。カウンターを越える頃には、鼻を押さえていても強烈な匂いに吐き気を感じました。さらに匂いをたどった先にいたのは、全身骨と変わらないほど焼きで細り切った男の死体です。パンチチェックです。それは私も入れた方がいい。厨房に入るなら。僕行きますからいいですよ、後ろいて。じゃあ、そうします。感じ行きます。成功です。6時なら成功。じゃあ、産地現象なしですね。はい。厨房の中には男性の遺体だけですか？厨房には、数多くの食器が使われた形跡もなく並んでいました。相反して、調理器具はひどく乱暴に使われたのか、ほとんどのものがボロボロに朽ちていました。はい、わかりました。もうちょっと探索は10分ほどかければ情報を出しましょう。ここで時間を使うべきかどうなのか。じゃあもうちょっと探していきましょう。はい。うん。その間、きょうちゃんは、厨房には入らないってことで。入っとかないです。ここは何かやりとりしないと、きょうちゃんは、不自然かな。そうか。じゃあ扉を開けてて、アギアスさんたちが出てくるのを見ててもらえますか？あ、了解。じゃあ扉側にいたと。じゃあ、シンさんは、さらに10分使って調べるということで。うん。厨房内をくまなく探していると、一つのメモを発見しました。冷蔵庫の中を調べると、空になった瓶やボトル以外は何も保管されていませんでした。調べを終えて気になるのが、食べ物はまるでありません。以上です。メモが見つかったって言いましたよね。はい。メモには何が書かれているかわかりますか？メモに書かれている文字が外国語のため読むことができませんでした。じゃあ、そのメモ用紙と空の容器を持って京さんのとこに戻りましょうか。で、京さんこのメモわかりますかって見せてみましょう。あ、しんさんただいま。おかえりなさい。このメモわかります？うんうん。どうだね。英語ならわかるんだが。わかりません。マジか。じゃあ、一度出ますか。今度はオリちゃんたちの方で、のシーンに移りますね。です。じゃあ部屋はさっき言った通りね。で、あたりを調べるなら10分。目星で短縮。ダメボスで短縮。致命的失敗。オリちゃんはさっき幸運があったじゃん。決定的成功か。うん。じゃあここでチャラってことで、致命的失敗。よかったね。
それ知ってたよね、私。ほぼ木片でしかないベッドの残骸の中に奇跡的にその形状をとどめているベッドが一つだけありました。さほど荒れた様子はありませんでしたが、ベッドの下は血が広がっています。ここが怪しいな。アギアスがいます。おお、調べよはい。ベッドを裏返すと、その女性は背中を一突きだけ刺されて絶命していました。う。母体をとどめていたのはこの部屋では唯一の人間です。無と返した部屋の中で唯一彼女だけが何かを訴えるように右腕が差し出され、その手には紙切れがありました。じゃあそれをもらおう。紙切れを見る。ドイツ語？ドイツ語とスイス語。紙切れはドイツ語で書かれていました。おー、すげえ。じゃあ読みますか？オッケー。このメモの裏には何か書いてある？はい。オッケー。さあ、どうしましょう？出ましょう。はい。時間にしてここまで10分少々だから、きょうちゃんが外見とくねっていう頃合いに鉢合わせる感じかな。じゃあもう一個部屋行こう。お、まだ進んでいくと。じゃあ厨房の隣の部屋行く。じゃあ、そのメモをきょうちゃんに渡す？きょんきょんに。これ私覚えてるんで、そこの内容は。そうだね。もう、口頭で伝える感じになるね。読んでもわかんないから。あ、そっか、読んでもわかんないんだ。まあ、じゃあ伝える。じゃあ、それ伝えた後、もう次の部屋を調べようと。きょうちゃんは見張ってるっていう状態でいいの？二つ目の部屋ね。に来たんですけれども、扉には鍵がかかっていました。ほう。じゃあ、聞き耳立てるね。はい。25。初期値で果敢に攻めるね。もしかしたら。成功。すげえな。扉の向こうから聞こえてくる音はありません。ないか。どうしようかな。私、鍵開けあるんだけどさ。21だけ。どうしようかな。これ相談してからにしようかな。後ろのヒーローに聞いてみるとか。いきます。どうした？ここ扉、おう、鍵がかかってるみたいなんだけど、そうだな開。けてない。まあ、この施設の扉だから、どこかに鍵があるんじゃないか。じゃあそうしよあれ？なんだ、イケメンには従うな。う。いけるめっちゃ従うな。じゃあ、まだもうちょっと時間あるよね、10分。じゃあその隣の扉も見てみよオッケー。開ける？う。こっちの扉はどうなってるの？ああ、同じ確かに。鍵穴とかない。じゃあ一応聞き耳立てるね。成功するかわかんないけど。まあ、成功しないしな。さっきから全部成功してるよ、私。いや、もうしないでしょ。成功なんしたわでやねん。なんでやねん。なんなの？扉の向こう側から聞こえてくる音はありません。ないか、やっぱりないか。じゃあちょっとチラって開けてみるね。ちょっと開ける？チラって開ける。扉を開けた瞬間、ひどい匂いが廊下を走りました。それは酸味のある匂いだったり、甘みのある匂いだったり、シンナーのような匂いだったり、匂いの元を考えるほど頭に整理しきらない数の情報が入ってきます。中は煙が充満していって、煙たく視界も悪くなっていました。長居はとてもしたくありません。10分もいれば頭が溶けてしまいそうです。かすかに見える視界でもそこに転がる無数の死体を発見し、匂いと混ざって吐き気が湧き上がってきます。閉めて、扉を閉めて。扉閉めます。扉を閉めます。そればっか。おり、そればっか。で、扉を閉めます。なんでまたお兄ちゃんお兄ちゃん頭溶けちゃうよ。もう頭溶けてんの、むしろお兄ちゃん。やめろ、それは。ここはまあ相談した方がいいか
した方がいいよ。だって頭溶けちゃうもん。まだ10分経ってない？もういいんじゃない ?10 分経ってね。しんさん合流。はい、合流。はい。 4人合流。はい。じゃあ、紙切れを織さんに見せて。オッケー。ドイツ語？これも。いや、これはね、また別の言語で書かれてますね。アルさんね。アギアスさんはわかりますかこれ。そのメモを取ると、アギアスは読めると答えます。どこの人あなたなんだ。なんて書いてあります？アギアスは読み上げます。仲間は全員死んでしまった。あっという間だった。仲間と協力してこの部屋には防衛術を張ることができたが、もうこの部屋から出られない。食料はあってもじきに底をつく。仲間と外で会う日を夢見たが、もう叶わない。これまでの気が狂いそうな日々は何だったんだ。何のためにあの毎日を費やしたんだ。なんでこんなことになったんだ。その裏は？裏。いや、よく気づきますね、裏にね。裏にはたくさんの人の名前が書かれていました。そのどれの名前にも横で線が引かれています。名前をたどった最後に、ベニゼロスと書かれた名前だけが横線もなく残っていました。ベニゼロス？ベニゼロス。厨房で死んでた人じゃない？あオリかな。知識あるでしょ？知識。知識で振って。私が？うん。失敗した。おーい。翔ちゃんがじゃあ、知識振っていいよ。あたけそんなもの。ほい。成功。読み上げている文章を聞きながら、その文字をギリシャ語ときょうちゃんが声を出します。すると、アギアスがギリシャ語、ギリシャ、そうか思い出した。ギリシャは私の故郷だ。幼い頃ボーイスカウトを経験している。簡単な怪我なら私にも対応できると思う。その時は頼ってくれていい。そう言うとアギアスは少し懐かしそうに笑顔を見せました。いいね、イケメンの笑顔。イケメンの笑顔いいね。以降、アギアスは記憶を取り戻したことにより、次の技能が使えるようになります。すげえ。おー、すごいな。シンさんに C のメモに行くの。ありがとうございます。じゃあ C のメモ。研究中、虎鬼が現れた。変なオカルト書ばっかり読んでいたから、私にはすぐ虎鬼だと分かった。真っ先にここに逃げ隠れたものの、私には倒す勇気も、外に出る勇気もない。誰かが倒してくれればいいけれど、その前にこの部屋に来たら私は助からないのかな。だから私が死んだ時はせめてみんなのためになることを残します。そのまま裏を見ると、裏には虎鬼について特徴が事細かく書かれていました。探索者たちはそこからおよそのステータスを読み取ることができました。はい。耐久値18っていうのがヒットポイントです。で、走行3っていうのは、例えば攻撃3を当ててもヒットポイントは1も減らない。5を当てて2減るっていう感じですね。この 1D8 プラス 1D6 っていうのは 1D8 と 1D6 分のダメージだから最大値で言うと14も食らうよ。この中のメンバーは一撃で即死かな。檻がギリギリか。まあでも戦わなくてもね、クリアできるから。戦っちゃいけないんだよ、無用なんだよ。頑張って推理してね。というわけで、何をしよう。僕はオリさんたちが、寝室の隣の部屋を探索仕掛けたことは知ってて大丈夫なんですかね。じゃあ説明。厨房の隣は鍵がかかってて、寝室の隣は煙だらけ。じゃあ、真ん中の部屋は最後にして、次に一番奥の部屋2組でいきますか。オッケー。さあ、残り2部屋。でも真ん中の鍵開けが成功すれば開くよ。先に鍵開け試してみますか、オリさん。嬉しそうですね。鍵開け使ってみたかったんだよ。そういうことだよ。成功した。なんでどういうことなの
前の、もう使い切ってんじゃねえのもう。鍵開け。やったいいのかよ、鍵開けで。GM 泣かせがいる。8畳ほどの部屋が、人が1人通れるかどうかのスペースを残して、びっしりと本棚が並んでいました。なるほど。棚は4つのコーナーに分けられていて、右から研究、漫画、教団、趣味となっていました。教団趣味。私図書館ないんだよね。図書館あるよ。一人一つずつ調べた方が早い。あ、そうしようそうか。。これ1個1時間かかる。よし、じゃただ、高い二人を図書館の持ちの2人で二手に分かれて、オリさんにざっと周りを見てもらって、アギアスさんに見張っててもらうっていうのはどうでしょう。部屋の中 ?8 そう畳の。そうそうそあ、これ失敗しても、オリちゃんの食事がどうにかしてくれるかもしれないから、オリちゃんと食事にかけるわ。う。切り札オリさん。よし、封筒。よろしい？どうぞどうぞ。成功。成功。成功した。お危ない危ない。危ないぞ成功。 2人でどれくらいで見30分かな ?2 人で30分で、ここの、資料を全部集めたと。部屋の中で、見つけられるものはないね。じゃあ僕らが発見したものを何か見てもらおう。まず、趣味のコーナーから、A の日記と書かれたものを見つけます。趣味が A の。開くと日本語で書かれています。何年かかっただろう。考えたくもない。毎日同じ作業、同じ食事、同じ部屋、同じ時間、気が狂いそうだった。実際気が狂ってしまった仲間もいた。だけど私はついにノルマを果たした。門の創造を手にすることができた。習得に数ヶ月かかったけど、今まで同じ繰り返しだった毎日とは比べ物にならない充実した時間だった。創造場所は故郷に近い場所にした。仲間を置いて自分だけ先にここを出ることに抵抗はあるが、仲間もいずれノルマを果たし、ここを出る時が来るだろう。その時は外の世界でまた会おう。日本語。故郷。漫画のコーナーからは、門にして鍵の冒険という本を見つけます。英語で書かれていたその本を読み上げます。門にして鍵を主人公にした、冒険の物語が綴られていました。様々な土地や様々なモンスターの話が出てきます。その中であなたはとあるモンスターの話に目を留めました。ある村に空鬼が現れました。けれど空鬼は大したモンスターではありません。門にして鍵はあっという間に空鬼を倒しました。けれどまた空鬼が現れるかもしれないので、門にして鍵は村人に助言をしました。空鬼がいたらすぐに隠れなさい。あいつは目が良くない。そして空鬼が空間移動するのを待ちなさい。移動中は隙だらけだから。教団のしおりと書かれた本を見つけます。そこの冒頭に書かれた文章、英語で書かれています。てめえらは捕まりました。てめえらの命をどう使おうと私の勝手なわけだ。そういう理屈なわけだ。てめえらは今から薬を作ってください。薬が完成したらここから出してあげてもいいです。で、最後ですね。これも同様に英語で書かれています。表紙には本のタイトルが記されていました。英語で書かれていたその文字を何気なくあなたは読み上げます。エイボンの書。